テキラドテちゃんです。というわけでね、今日はクランリーグからやっていきたいと思います。7日目、ちょっとね、攻め残しが3つ入って、ニャロめなんですけど、3赤出てるっていうところでね、1人分っていうところで、ただね、ずっとね、いろいろやってくれてたので、僕はニャロメを進めることができません。個人成績の方でもね、4人パーフェクトで、自分もパーフェクト。さすがにね、期間限定ユニット使ってたので、全部全回取らないとな、というところでしたと。これによってちょっとね、ギリギリなんだけど、合格が決まってしまってというところで、来月もね、ちょっと僕が日本離れてアメリカ行くことになってるので、そんなあれですけど、1ヶ月ちょっとっていう形なんです。で、プランリーグのね、期間もいないので、これでね、リーグのあれは解散しようかなと思っております。企画自体をね、終了してって形で、また、クランリーグね、別の形で、なんかいろいろ活用していくかもしれないんですが、一旦こんな感じで閉じようかなと思っております。元はって言えばね、なんか世界一を目指すっていうところから始まって、すごいね、豪華なメンバーに集まっていただき、やってた企画だったんですけど、ね、惜しいチャンスは何度もあれど、なかなかね、いろいろ攻め残しだったりとか、ギリギリの星数でのとか、そういうのがあってね、なかなか取ることができずっていうところで、すごく時間はかかりましたが、世界一取れる説は立証ならずというところで、閉じようかなと。またね、5月から6月にかけてっていうところは、違うな、6月度だな。でもあんま変わんないや。5月、6月の方はね、ちょっと動画の方とかもかなり減るかなっていうところで、そんな感じで早速ね、リプレイ見ていきたいと思います。ボマックさんから、なんかこの手の配置はよく見ますね。なんかくるくるしてるけど、最近改良の改良みたいな感じで、タウンホール、クランジョー、クロスボウみたいななんか、この系統の配置は流行ってるので、取り方は自分の中でね、確立化させといかないといけないかなというところですね。スニージーも、そうだ、俺も今工事中であるけど、そろそろ使ってみたいな。競技勢はね、やっぱ、すぐ上げなきゃいけないっていうのが大変ですね。ここで開始をしていきます。ウィザードからのクイーン展開、ベビドラ展開、ジャイアント展開、マルチアーチャーターのタゲを3本タゲ取って、ストライカーにダメージが入らない形を取ってますね、これで。いいですね。突破ができている。フロスティ強いね、衰弱効果。キングは使うか、これは。一緒に合流していってという形。対空砲がそうなると、残りここだけですかね。ロイヤルチャンピオン、初手、ロケットスピア。迫撃砲削れたことでロケバルが刺しやすい形も取れてますが、ロイちゃんだけで見ていく。大丈夫そう。これで、ラバルーンが対空砲なくなったことで防衛施設に向かう形が取れています。ロイヤルチャンピオン、インビジブル。真ん中にはトツイエティ。すごいっすね。毎度見るけど、この形をどうやって思いついたんだろうね。ドラゴンライダーに行き着いたのとか。面白いね。今の環境で。そうだ、ラバルーン人形を使ってドラゴンライダーやればいいじゃないかってならんよな。ならんねー。対策されてない編成をね、うまく使いこなすっていうのは非常にいいですからね。対策されてないっていうのはそれだけで強い。ああもう、やっちゃってますわ、これ。やっちゃってますね。もうこれ最強なんでね、本当に。そうか、最終日はもう、解放されてたってところで。律儀に僕はね、これ、ロイヤルチャンピオンの削りから入ってますけど、そんなことする必要ないぐらい強いですからね、これ。削れそうなんでいけるならじゃあ削りに行こうって感じでやってると思います。全然外周部のサイドカットだけでもよかったんですけど、正直。これも、拾わないんじゃないかな。うん。強化兵舎置いて、ユニットがね、やっぱり、ケインと、タイタネスっていうところで、
まあ、トータル5体しかいないんで、ユニットの枠数増やすためにもトーカー弊社っていうのは、組み合わせとしても強いかなっていうところ。まあ、突イエティクローンとかもね、強いとは思うんですけど、もう何やっても強いんで、ぶっちゃけ。何やっても強いんで、自由です。トルネード。穴開けしてくれんだよね、ケインは。うん。それがね、ヒーローの誘導に楽で、で、オーバーグロー使ってあげて、ターンホールの方向かってくれました。で、ケインはね、一回死んでからがマジで強いんよな。ターンホール向かうまでの性能もいいんだけど、死んでからのオーラダメージがマジで強い。一回死んで、うおーって起き上がっての、オーラダメージがもう強すぎて、もうロイちゃんのね、エレクトロブーツどころの詐欺じゃないからね、あれね。相手のヒーローとかもいますけど、どかどかワンパン食らっていく。いや、ガチ強いわ。強すぎる、マジで。で、クイーンの方からもね、スーパージャイアント、ギガジャイアント出しまして、オーラダメージがもう何本入ってんのってぐらいで。あ、強っ。これマジね、こけれないんすよ、本当に逆に。レジェンドリーグとかもやったけども、どんなに形ぶっ壊れてでも前回まで勝手にユニットが生きて飛んでくんで、これね、こけれないっすね、マジで。こけるのが本当にできないぐらいのユニットの、相当な勢いで事故りに事故らないと無理。さあ、来ましたね。お、インビジブル11発型で、まあ、ロイちゃんで削る形のってことかな。ロイちゃん削りですね。呪文いらないもんね、このユニットね。わかる。適当に呪文とかね、レイジとか持ってきてはいるけど、なくてもよくねとは思いながらやってる。まあその分ロイちゃん削りに特化した形でやるって感じかな。死なないからね、ほんとこれ。いや、正確には死ぬんだけど3回。3回死んでいいユニットとか。これは、くるくる回されていきまして、ターゲットが変わりましたが、戻っていく。まだまだ。イーストですね。あ、ターンホール、誘導かけれそうだな、それ。うん。向かいましたね。で、しっかりアーチャーじゃないわ。スーパーバーバリアンで援護を引っ張っていく。アーチャーで良さそうだったけど。さあ、ここから能力発動。これ相当いい位置入り込めてたな。まあ、ぶっちゃけね、ドラゴンでこっから全開取れるわけなんで、それより圧倒的に強いタイタネス止まるわけがなくてまだ行かないんだ。むしろ時間切れとかの方がリスクじゃないこれ。来ましたね。ウォーデンが間に合わないウォーデンが間に合いません。さあ、もう間に合わないんで、トームだけかけて、ウォーデン置いてかれてるウォーデンが追いつかないので、もう、完全に別個になりました。さあ、もうこいつらだけ見ていこう。外周見ないでこいつらに集中して見ていきましょう。さあ、一度やられましたが、スクッと起き上がって、もう一度防衛説に向かっていきます。これが1回目よな、多分。1回目の死亡を。ウォーデンはもう回収役です、完全に。レイジージェムつけた高級な回収ウィザードですね。多分全然死んでないんじゃないかな。まだあと1回ずつぐらい死ねると思いますが、高級ウィザードが合流いたしまして、フィニッシュ。もう昔やったさ、ウォーデンにヘイストかけて追いつかせるみたいなやり方必要なんじゃない？あったよね、前。さあ、星さんは、イエティウォリアーからこちらに乗り換えて、クローン型のやつですね。突イエティだと思います。これ強いんよね。さあ、ジャイアントアローを使って、ジャイアントを召喚しつつ、もう全部っぱいいきなりトームだよね。トーム。多分、バルキリーにかかってない、全然。あ、突撃か。あ、わざとか、これ。イエティクローンかけまして、奥の方までユニット出していきます。まあ、ちょっとネクロはだるいね、援軍。援軍ネクロはだるい。だるいけど、ハイダメージなんで、タイタネスが。
ダメージ入れることはできそうかな。なんかもうすごいカオスなんだけど、真ん中。クローンされたイエティと相手の防衛ネクロでもうすごいカオスなことになっている。ポイズンないからこのネクロが無双してるんだけど、関係ない。大カオス。さあ、こいつは復活できるか？復活できない。最後の死でした。こいつらはどうですか？復活した感じがある HP はでないか一体。帰ってきてない。最後ぐるぐる回って全開ですと。はい、丁寧なね、作りをした方が当然ね、こいつら生き残りやすいけど、それすらしなくても OK と。まあ最強ですよね。まあ、僕とか水さんみたいにね、ロイちゃんでの削りを事前にしてあげるとルートも作れて、被弾も抑えられるので当然残りのユニット量は増えるし、まあ、逆に星さんみたいに突イエティの方でアドを取って、まあ、初手から割とね雑に使っていくってやり方でも勝手に全開に行くので、まあ、やってみてって感じですかね。相手ネクロ多いね。うん。ネクロの処理をしてから、援軍引っ張り。ジャイアントアロー。これはインビジブルタワーもあるので、真ん中解除ですね。で、10日弊社セット。だいたいこっちから来そうなんだけど、そうですね。タイタンを盾に、エレクトロブーツ塗ったロイヤルチャンピオンが、オーラダメージ、コンビで、クジック角を見ていきます。で、10日弊社パートはキングも追加して、モノリスのところへ、くるくるさせられていく。で、中央、火力が高いんでね、当然トームが必要なところをかけていき、ケアをしていきます。強いね。で、オーバーグローもとどめに持っていると。いやー、かなり綺麗なルート作りできている。相当理想だったかな。インビジブルタワーで真ん中ね、高火力っていう配置は、そこでユニット誘導できてレイジトームかけれるともう、それだけでゲームが決まるぐらい気持ちいいですね。楽しい。とかね、突イエティで全部ぶっ壊すとか、いろいろやり方あると思うんですけど、ぶっ刺さりですね。ナイス。さあ、チャワさんもこちらに編成変えましてます。あれこれあれだな前回の、すごい面白い。同じ配置よな。多分同じ配置だと思うんで、ちょっと比べてみましょう。どれぐらい違うか。なんか微妙に違うな。ギアタワーだったな、そこ、モノリスのところ。モノリス降りれない。アロなら降りたい。アロじゃないんで降れない。ジャイアントアローだったらモノリス降りたいっすね。さあ、全部っぱトーム行くか。うん。全部っぱユニットランチャーっていうところですね。で、トームかけていきますと。前回これのルートライダーバージョンをやってたんでね。まあ、ちょっと興味ある方は1個前の動画と見比べてみてください。マジ化け物だな、こいつ。3回まで死ねるっていうことはヒールの呪文とか一切いらないんで、回復との相性が逆に言うと悪いっていうところで、悪くはないんだけど、あったところでみたいな感じなんで。で、シンプルにね、ワック数も高いっていうところでユニットのスペックが高いので、レイジをかける必要がないぐらいの火力を持っているっていうところ、あとはもう数がね、少ないっていうところを話したと思うんですけど、僕の場合は10日弊社で解決しつつ、チャーさん今回ユニットランチャーとヘビっていうところで、疑似的にユニットを増やすような組み合わせを採用してますね。さあ、まだまだこれ4体5体全員いるじゃん。全員生き残って合流していく。いやー、んよ。さあ、ルートライダーラッシュ。
カゴプリ型。降りたいところは12時、そうだね、12時、9時、6時、3時というところですが、大きくそれていく。あらあら。危険発生。あ、で、なんかむしろ美味しいか、これ。あ、むしろそこ取れるのはありだな、みたいな位置に入り込んでいきましたと。とね、投石されるよね。その投石ちょっと取るのめんどくさいから。あ、ヘイスト行くんだ。最後の勢いでマルチ IT まで行きました。そうっしゃー。取りたかったな。まあまあまあ。それでも最後、レイジ、レイジじゃないわ。使った判断良かったかも、それ、ヘイスト。マルチ IT まで取れちゃうなら。もう、すごい勢いでロイちゃん走ってきた。さあ、ここでトーム入れていきます。透過クイーンとか外周使いたい感はあるけど、内側でターゲット取れてる。角度変えて3時からアローぶっ飛ばしていきます。態度使えたらいいですね、やっぱ。こういう3時側とかね。この辺はもう外周ダウンホールの被弾を受けて、マルチで金があるんで。ここで、ガゴプリ能力解放。これで3時切れてるので戻っていくという形が取れています。大丈夫。いい形ですね。で、中央戻っていく。キングがない分ね、クエイクブーツでの誘導ができないんですけど、ガゴプリは壁を無視して攻撃ができるので、サポート能力が高いですね。ホーミングがね、こうしてヒットすることでやられちゃうんだけど、そういうことはつまりヒーラーが延命できるので、ヒーラーがずっと近くでね、回復し続けることができていますと。もう呪文が今のが最後なので、あとはユニットの押し方で進めていただく形になるんですけど、ユニットの残り量も十分ですね。いいね、スーパーバーバリアン裏からタゲ取れてるので、ロイちゃんも最初被弾受けずに、旅団大砲までたどり着いての全開、バーサス。さあ、スミス。もうみんなイエトウォリアーじゃなくなっちゃったけど、イエトウォリアーです。さすがにね、イエトウォリアーより全然強いかな。マジびっくりしたもん、本当に。強すぎて。大丈夫こんなん出してと思って。イエトウォリアーです。うわ、つんよこいつと思ってたのに。すごい今回コラボっていうことで、開発ビルドされるので、ほんと直前なんですよね。もう、1日前、2日前にいきなり来て、これって感じで渡されて、いや、時間なとか思いながらやるわけなんだけど、使ってみてもうびっくりした。何これっつって。強いが過ぎますけど大丈夫ですかと思ったけど、まあ、そういうもんか。コラボだしということでね。過去最強レベルだな。ラバルーンはラバルーンとどっちが強いかな、これ。ワンチャンラバルーンより強いまであるんだよな。トラユニットだったから、あっちは。リクユニットで、の方がね、ヒーローとの組み合わせも強いし、何にでも合わせられちゃうから。ガチで勝手に全開になるもんだって。全体、ね、全開取りたくない人にまで全開取らせてしまうような、ユニットだよね。超強い。最終区画、フリーズ、インビジブルがない、フリーズ、クイーン能力持って、いいですね。いい回し方。強い。バーサス。イエティウォリアーも普通に強いからな。さあ、ラストアタックですね。カズマくん。まずは9時から入っていく。綺麗ですね。
ボックス。ポイズンまで置いちゃう。ビジブルかけちゃう。オーブンがあるってとこね。入るな。はい、これそれ。ダブル処理ができるね、これで。おー。援軍処理まで終えて回収。で、ランチャー中央、キングクイーン。強これ。勝ち確すぎる。強。もう見えましたね、綺麗に。あとはルートライダーをどっちからやるかって感じだけど、もはや3時からやらなくても、10時から行っても十分すぎるって感じだな。3時4時からね、回すことの方が基本は多そうなんだけど、もうそんなことしないでもいいぐらいの余力を、傲慢に10時から回して時間を意識しても良さそうなぐらいの削りがあるわ、これ。これいけると思うけどな。10時からで良さそう、もはや、本当に。強すぎる、これ。てか、なんならヒーローだけでみたいなことを考えてるか、これは。さあ、キング、クイーン、能力割いて、イエティ解けて、ここはさすがに3時から行きました。中央レイジとかね、置いてあげるともうちょい伸びた可能性あったかな。ちょっと解けちゃいましたね。思ったより解けたな。ダブル投石とか、レイジフリーズとか割いたら、クイーン延命で相当伸びたんじゃないかなと思いますが、ここ能力入っていきます。削りがマジで強すぎたっていうの、ルートが強かったね、本当に。あとは、裏をバルキリーたちで回収して、スケルトン、H。フリーズも最終区画残して、ナイス旋回。いやー、道が綺麗だった。あれ金庫ある。なんか残ってるけど回収して全開。はい、というわけでね、終わりまして、終了クランリーグ7日目終わりました。ちょっとね、今月はね、期間限定ユニットが途中から割り込んできたことによって、大荒れな回でしたが、そうするとね、こっちはね、使う人が意外と少なかったっていうところで、あれだったんだけど、対戦相手がね、やっぱ使ってたっていうところで、相手の攻撃力がどんどん上がってしまって、取られる星数も増えて、負けてっていう展開が作られてしまいました。もうマジでね、新追加の奴らが本当に強いので、展開取りたい人でぜひ使ってみてください。どんな使い方しても強いと思います。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録をお願いします。次にお会いしましょう。さよなら。